こんにちは。お金と自由の航路チャンネルです。今日は暴落が来ても投資をやめないマインドについて話します。そしてやってはいけない3つの行動もお伝えします。最近、こんなモヤモヤはありませんか？ニュースで暴落という言葉を見るたびにドキッとする。積み立てを続けているけど、このままでいいのか不安。利益が出たと思ったら、次の月に一気に減ってしまう。真面目にコツコツ積み立てしている人ほど、心がジェットコースターみたいに揺れやすくなります。その度にもうやめた方がいいのかなと悩みます。今日のゴールは2つです。1つ目は、暴落が来てもやめないマインドを作ること。2つ目は、暴落時にやってはいけない3つの行動を知ることです。この動画を見終わる頃には、暴落が来ても、やることはシンプルだなと感じてもらえるはずです。ここからが大事なところです。まずは暴落で絶対やってはいけない行動からいきます。1つ目の NG 行動は、怖くなって持っているものを全部売ることです。人は、得をする喜びより、損をする痛みの方を強く感じる生き物です。これを損失回避の心理と言います。評価額がマイナスになると、これ以上減る前に逃げたいと思ってしまいます。その結果、そこに近いところで全部売ってしまう。よくあるのが、売った後にゆっくりと相場が戻り始めるパターンです。もう少し待てばよかったと後悔します。でも一度全部売ってしまうと、もう一度買い直すのは想像以上に怖くなります。ここで市場から退場してしまう人も多いです。2つ目の NG 行動は、積み立てを止めて様子見に入ってしまうことです。毎月コツコツ買うことをドルコスト平均法と呼ぶことがあります。難しい言葉ですが、時間を分散して買うくらいの意味で OK です。値段が高い時は少なく、値段が安い時はたくさん買ってくれる。そんな自動のお買い物システムだと思ってください。ところが暴落が来ると、多くの人がこの積み立てを止めてしまいます。今は危ないから現金で持っておこうと思うからです。でもそれは、安く売っている時は買わないという選択です。セールを見ているのに、わざわざお店に入らないようなものです。3つ目の NG 行動は、一気に取り返そうとしてギャンブルに走ることです。含み損が大きくなると、一発で取り返したいという気持ちが生まれます。すると、普段ならやらないことをやり始めます。急にレバレッジ商品に手を出したり、話題の個別株にドンと集中投資したり、SNS で見たすぐ増える方法を真似したりします。これは負けを追いかける行動です。一時的にうまくいくこともありますが、長く続けるとほぼ間違いなく心がすり減っていきます。ここまでをまとめると、暴落時にやってはいけない行動は3つでした。全部売る、積み立てを止める、一発逆転を狙う。どれも感情が主役になっている行動です。大事なのは感情ではなく、あらかじめ決めたルールで動くことです。ここからは3人のストーリーを通して、自分だったらどうするかをイメージしてみてください。40代の会社員、毎月3万円を積立 NISA と投資信託で積み立てしています。将来の老後資金と少し早めの引退が目標です。順調に増えてきたある日、ニュースで世界同時株安株価に 10% 急落と流れます。スマホを見るたびに評価額がどんどん減っていきます。ここで A さん、B さん、C さん、3人のパターンに分かれます。まずは A さん、ニュースを見て真っ青になります。これ以上減ったらどうしようとパニックです。SNS にはまだ下がる金融危機再来という言葉が並びます。A さんはその日の夜、眠れないままスマホで売却ボタンを押します。持っていた投資信託をほぼ全部売ってしまいました。数日後、相場はさらに少し下がりました。売っておいてよかったと、その時はほっとします。しかし数ヶ月、数年と経つうちに、少しずつ相場は戻り始めます。ニュースのトーンもだんだん明るくなります。でも A さんはもう怖くて戻れません。また暴落が来たらどうしようと考えてしまうからです。結果として安く買えるチャンスを逃してしまいました。
次は B さん。B さんは全部は売りませんでした。ただいまは危ないからと積み立てを止めてしまいます。しばらくは現金で様子を見ようと決めます。口座の中でお金は動かなくなりました。その間も相場は上下しながら少しずつ元の水準に戻っていきます。数年後、B さんの評価額は大きく増えてはいません。ずっと積み立てしていたのに思ったより増えないと感じます。でもよく見ると、増えていない時期はちょうど積み立てを止めていた期間でした。安い時に買わなかったことがじわじわ効いていたのです。最後に C さん。C さんは暴落のニュースを見ても自分で決めたルールを思い出します。長期、分散、積み立て。毎月3万円は相場に関係なくコツコツ。このルールをあらかじめ紙に書いていました。もちろん不安がゼロなわけではありません。評価額が減れば嫌な気持ちにもなります。でもこれは途中の揺れだと自分に言い聞かせます。C さんは積み立てを続けました。暴落の間も機械的に淡々と続けました。数年後、C さんの評価額は大きく増えていました。グラフで見ると途中に大きな谷がありました。その谷こそがあの時の暴落でした。谷の期間も積み立てをやめなかったことで結果的に安くたくさん買えたことになっていたのです。この3人の中であなたは今どのタイプに近いでしょうか。 A さんのように怖くなって全部売るタイプ、 B さんのように様子見で止めてしまうタイプ、 C さんのようにルールを守って続けるタイプ。ここからが一番大切な部分です。 C さんのような行動ができるように暴落に負けないフレームワークを整理していきます。まずは3つの財布の考え方です。1つ目は生活を守る財布です。生活防衛資金とも呼ばれます。生活費の数ヶ月分を現金や預金で確保するイメージです。2つ目は未来を育てる財布です。ここが積立 NISA や投資信託の出番です。10年、20年先の自分のためのお金です。3つ目は自由を広げる財布です。旅行や趣味、ちょっとしたチャレンジのためのお金です。ここは使うために取っておくエリアです。この3つを分けておくと暴落が来ても生活費が脅かされにくくなります。心の余裕が投資の余裕につながります。次にコア&サテライトの考え方です。コアは長期分散積み立ての部分です。積み立て NISA などの土台になる部分です。ここは原則としていじらないエリアです。サテライトは少し動かしても良い遊撃隊です。興味のあるテーマや少額でのチャレンジ枠です。ここはなくなっても生活に影響しない範囲にします。暴落が来た時、いじるのはサテライトまでにする。コアには手をつけない。このルールを決めておくだけで全部売るという行動をかなり防げます。そして3つ目がコーロメモです。自分の投資の目的を一文で書きます。60歳までに老後の生活費の一部を準備する。働き方の選択肢を増やすための資産を作るなどです。次に投資のルールも書きます。毎月丸万円を自動で積み立てする。10年以上使わないお金だけを投資するなどです。最後に暴落が来た時の行動も書いておきます。全部売らない。積み立ては止めない。一発逆転を狙わない。これを紙やメモアプリに残しておきます。暴落が来た時はニュースより先にそのメモを見るようにします。ここまで聞いてくださった方、きっと未来の自分のために真剣にお金と向き合っている方だと思います。最後に今日からできる5つのステップをお伝えします。1つ目、自分は何のために投資しているのかを一文で書く。2つ目、3つの財布を分けて名前をつける。家計簿アプリや口座にラベルをつけるのもおすすめです。3つ目、毎月いくらまでなら値動きを見ないで積み立てできるかを決める。4つ目、暴落が来た時にやらないことリストを作る。全部売らない。積み立てを止めない。一発逆転しない。5つ目、
ニュースを見る回数を決める。相場ニュースは1日1回までなど、ルールを作ります。大切なのは、完璧なタイミングで売買することではありません。自分のルールを決めて、守り続けることです。今日のキーフレーズは2つです。暴落は、長期投資家にとって一時的なセール。そしてやめることこそが、一番大きなリスクです。あなたは、次の暴落が来たとき、どんな行動をすると決めますか？コメントで、自分なりのルールややらないことリストを、一つだけでも書いてみてください。このチャンネルでは、お金と自由の航路を自分で描けるようになるための考え方やフレームワークをお届けしています。暴落に振り回されずにコツコツ続けたいと感じたら、チャンネル登録や高評価で教えていただけると嬉しいです。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。